だから俺たちは海釣りをやめた。あれは、とある旅で起きた出来事。俺は釣り好きで、よく県外へ遠征に行っていた。高速で4、5時間かけて見知らぬ土地へ行き、地元じゃ釣れない大きさや、地元には生息していない魚が釣れた時の感動がたまらない。おっさんみたいな趣味してるが、まだピチピチの23歳だ。遠征を共にするメンバーはいつも固定だ。常にルアーを投げ続け確実に魚を釣るど根性を持つケイト。抜群の釣りセンスと情報量で巧みにターゲットを取る T。そして、センスもなく根性もない運転手の俺だ。そんな俺たちは、去年の秋に海での釣りをやめた。今はもっぱら、イワナやヤマメ、ブラックバスやライギョなんかがターゲットだ。海釣りに飽きたのか？いやいや、そんなことはない。実を言えば、今すぐ海に行きたい。釣れたてのアオリイカを刺身にして食べたい。だがもうそんなことは叶わないだろう。一体何が起きたのか。2020年9月、俺らにとって最強最悪の出来事。その釣り遠征が企画されたのは、2ヶ月前の2020年7月のことだった。K と T がアオリイカを釣る、エギングという釣り動画を YouTube で見たらしく、アオリイカを釣りに行こうという話に。俺もつい1週間前に寿司屋で初めてアオリイカを食べた直後で、俺も乗り気になった。そこから毎週のように集まっては、行き先やエギングについて調べていた。ああでもないこうでもない。白熱した打ち合わせは毎夜0時を回る。場所は伏せるが、日本海のとある場所へ行くことに。ルートや宿泊先を決め、高速代や宿泊費なんかを計算し、俺らはウッキウキ。出発日まで仕事が手につかなかったのは俺だけではないだろう。いよいよ出発の日。朝5時に集合し、目的地へと車を走らせた。移動時間は6時間を超えた。道中はどんちゃん騒ぎで、釣り具屋に寄ったり飯を食ったり。夕方18時頃から21時頃まで釣りをし、何も釣れず。移動の疲れもあってか早々にギブアップ。銭湯に入り、車中泊でご就寝。翌朝は2時に起きて釣り場へ。まあそんな感じで3泊4日を過ごす予定だった。あの出来事が起きたのは3日目の夜のことだった。2日目にアオリイカをそれぞれ10杯以上釣り上げた俺たちは、ほぼ満足して次回のための釣り場探しをしていた。漁港はもちろんのこと、磯にも行った。夕方17時頃、だんだん日が落ちてきているが最後の場所チェックで磯へ。かなり険しい道のりだった。まず、磯へ降りるための山道がきつい。かなりの傾斜でぬかるんでいる。普通、釣り場となる磯にはロープが張ってあったり、踏み鳴らされて道っぽいものができているものだが、ここにはそれがない。最初は未開の地だと盛り上がっていたが、徐々に不安になってきた。未開の地というか、釣れないから人が入ってないだけじゃとか、あまりにも危険だから入っちゃダメなんじゃとか。磯へ降りた後もかなりきつかった。滑りはしないんだが、岩から岩へ飛び移らなければならない場所や、
鋭く切り立った岩があったりとかで、ひいひい言いながら先へと進んだ。磯の先端にやっとの思いでたどり着くと、水深もあり、潮の流れもあり、明らかに釣れそうなポイントへとたどり着いた。当たりじゃん、とハイテンションで竿を出す俺ら。そこから1、2時間、釣り堀かと思うくらいアオリイカやイナダが釣れた。だが、問題はここから。ただでさえ危ない磯なのに、夢中になりすぎたせいか、日が沈んでいた。幸いヘッドライトも懐中電灯もあるし、もう少し釣りして、落ち着いてゆっくり帰ることに。そこから夜になり、釣れなくなったため、切り上げようとした。その時だった。チリーン、チリーンと、何やら綺麗な風鈴のような音色が聞こえてきた。綺麗な音色とはいえ、不気味だ。全員ヘッドライトをつけようとしたが、つかない。懐中電灯も、スマホも、うんともすんとも言わない。それどころか、波の音も聞こえない。何これ？震えた声で T が言う。俺も K も何も答えられない。今この状況が何なのか、何が起きているのか、何もわからないのだから。あたりは真っ暗。漁港でもない磯だから、街灯なんてもんはない。遠くに見える漁港の明かりと、山道を照らす街灯しか見えない。眼下では波が行ったり来たりしているはずなのに、完全に無音。自らの心臓の音まで聞こえそうな静けさ。うわ。K が急に大きな声を上げた。どうした？大丈夫か？数秒間の沈黙の後、びっくりした。K のにやけ声が聞こえてきた。なんだよもう。ビビりはしたが、場を和ませてくれた K に感謝。波の音が聞こえない。ライトもつかない。足場も悪い。どうやってこの状況を打破すればいいのか、俺らには何の策もなかった。霊的なものなのか？俺らが同時に頭おかしくなったのか？自分で言うのもあれだが、俺らは決してバカではない。いや、やってることはいつもバカなんだが、知能指数的にバカではない。とにかく冷静に打開策を練った。T、現状、足元が見えないから一歩も動くな。テンプレ的にビビって動いたやつが死ぬ。俺、水場系の怖い話はだいたい知らぬ間に水に入って歴史が落ち。気を確かに持っておこう。K、霊的なものの場合だったら、ってことでお経でも唱えよう。意外にも簡単に終わるかも。ってことで、俺らの結論は、気を確かに持ったまま、一歩も動かず、知ってる限りのお経を唱える、だった。一つ問題は、お経のおの字も知らないってとこだ。何枚だとか適当に言っていたが、当然状況に変化はない。そのまま1時間は経ったかと思う。徐々にではあるが、月が昇り、明るくなってきたのだ。景色は夕暮れ時に見たものと変わらない。足場の悪い磯に波が静かに打ちつけている。相変わらず波音はせず、異様な雰囲気。
不安定な体勢で疲労も限界に達してきた。その場にしゃがみ込みたい、座りたい。だが何か行動を起こしたとき、何かが起こるんじゃないかと不安で仕方がなかった。うろ覚えのお経もずっと言い続けているが、この状況を打開するには至らない。そんな時だった。T がバランスを崩し、尻餅をついた。が、特に何も起こらず。続けて K と俺も一歩動いてみたが何も起こらない。雲の切れ間から差すわずかな月明かりを頼りに T のもとに歩み寄った。三人近寄ったことで心強さは倍増した。月明かりがあるうちに陸に戻るか、このまま朝を待つか。時間は確認できないが、おそらく19時か20時頃だろう。そして満潮が22時だったはず。満潮で帰り道が渡れなくなるということも考えられる。今動くか、朝まで耐えるか。究極の二択だった。結果、俺らは陸まで戻ることにした。朝までこの状況を耐える忍耐力、体力。そして恐怖に打ち勝つ精神力もない。さらには朝まで待ってどうにかなる状況かもわからない。俺らはわずかな月明かりを頼りに来た道をゆっくり引き返した。岩を登り、下り、飛び越え、危ないシーンもあったが、ようやく山道のふもとまで来たのだ。未だ波の音も聞こえず、上を走っているはずの車の音もない。密室に閉じ込められたかのような沈黙。俺らの息遣いだけが聞こえていた。そして、いざ山道を登ろうとした時だった。山道はかなり狭く、人一人分の幅しかないため、一列になって進む必要があるくらいだ。戻るか待つかの話し合いの時点で、先頭が K、後ろが T、真ん中が俺で進むことになっていた。そして、急に K が立ち止まった。声をかけても返答がない。俺は、焦りつつも、また驚かせようとしているのだと思っていた。ふと、なんとなく周囲を見渡しながら K のアクションを待っていた。何かいるのでは？そういう恐怖もあって、俺の嫌な予感は的中した。来た時は気づかなかったが、山道のふもと、そして磯への入り口のちょうど間にそれはあった。高さは1メートル30センチメートルくらいの石で積まれた麦わら帽子をかぶったかかしのようなものだった。暗くてあまり見えはしなかったが、何やら異様な雰囲気に K にもう一度声をかけた。それでも反応がない。俺は K の横から前方を見た。ここで少しちびってしまったのは誰にも言っていない。まるでそのかかしのモデルになったような小柄の女性がそこに立っていたのだ。麦わら帽子をかぶって服は着ていない。長い髪に顔全体は覆われ、体中は藤壺や貝がまとわりつき、切り傷まみれだった。俺も K も動くことはできなかった。数メートル前方で異様な姿をした幽霊が立っているのだ。心霊体験のない俺らに対抗しうる術はない。
T だけは状況をつかめず、ボソボソと、どした?なんかあんの?とつぶやいていた。すると突然、パーとクラクションの音が聞こえてきた。女は、ギャオ、おお、みたいな声を出し、苦しみ出した。気づけば、波の音も聞こえる。今思い出すと、ここだけは笑い話なのだが、ここで俺らは必死にクラクションの音を真似して叫んでいた。パーとか言って。10秒ほどで女は溶けるように崩れ落ちた。溶けるようにというか、溶けて消えた。変な体液とかフジツボ、腐ったフグのようなものがボトボトと音を立てて落ちた。女は消えていた。ようやくついたヘッドライトで照らすと、髪の毛や腐った魚、フジツボが落ちていた。地面が濡れているのは水だと言い聞かせたが、あれは血だったと思う。結局 T は最後まで状況がわからずにいたようだ。呆然と立ち尽くしていると、大丈夫か?とおっさんの声が聞こえた。ああ、助けが来たと心底嬉しかった。おっさん曰く、ここは昔からこういった霊的現象が絶えないらしい。釣り場としては最高なため、県外から来る釣り人もたくさんいるそうだが、満月の夜には決して来てはいけないらしい。地元の人の間では言わずと知れた暗黙のルールらしい。昔、小さな漁村だった時代、不運な人生を送り、ここで満月の夜に命を絶った女性がいて、その女性が未だに現れると言われているそうだ。彼女は旦那さんに大きな声で怒鳴られ、暴力を振るわれたことに恨みを感じていたとの説があり、大きな声や音を出すことで助かると祖父母に教えられていたとのこと。満月の夜に車が止まっているから不安になり助けてくれたようだ。満月に近くなると地域の人が立ち入り禁止の看板を置いていたらしいのだが、たまたま前日の強風で飛ばされたようで、俺らは侵入してしまった。ここで釣れた魚は捨てていけと言われ、俺らは泣く泣く捨てた。そしてもう夜に釣りはしない方が良いと言われた。そのままその秋は釣りをせず、冬になりスノボにのめり込んで、釣りに行く機会はなかった。が春になりどうしても釣りがしたくなり、夕方にまた3人で釣りに行ったんだ。地元の海へ。久しぶりの釣りにテンション爆上げで、気づけば日が落ち、完全に暗くなる前に帰ることに。しかしエンジンがかからない。古い車だし、走行距離は20万キロを超えているし、エンジンがかからないのはたまにあった。このタイミングかよと、なんとかエンジンをかけようとするが、なかなかかからない。やっとの思いでエンジンがかかった頃にはもう夜だった。なんとなく嫌な気配がしてクラクションを鳴らした。少し開けた窓の外からボトボトと嫌な音がした。以来俺たちは海釣りをしなくなった。